今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。今回は心地よい眠りをお届けするために、青春の思い出に浸りながら、ゆっくりとお休みください。眠りの世界へと導く学園物語。オリジナルストーリーを7話お届けします。当チャンネル眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。友情の宝物箱。深い森の奥、小さな町に囲まれた古い学校がありました。この学校は、見た目にも古風で、まるで時間が止まったかのような静けさが漂っています。しかし、その門を一歩越えると、生徒たちの笑い声や、賑やかな話し声が、空気を満たしていました。この物語の主人公は、高校2年生の、陽太とさやかです。二人は幼い頃からの親友で、いつも一緒にいました。陽太は、クラスで一番の成績を誇り、スポーツ万能で、クラスのみんなから慕われています。一方のさやかは、絵を描くことが大好きで、いつもノートに何かをスケッチしています。二人は性格も趣味も異なりますが、それがかえって二人の友情を深めていました。新学期が始まり、陽太とさやかは最後の高校生活を迎えます。しかし、この年は二人にとって忘れられない出来事が待ち受けていました。それは学校の伝説にまつわる秘密、友情の宝物箱をめぐる冒険でした。言い伝えによると、この宝物箱は真の友情の証として学校のどこかに隠されているというのです。二人はこの伝説に魅了され、宝物箱を見つけることを決意します。それは、ただの宝探しではなく、二人の友情を確かめる旅でもありました。しかし、二人が知らなかったのは、この旅が彼らの人生を変える大きな試練をもたらすことになるということでした。陽太とさやかの物語は、春の訪れとともに始まります。新しい季節が二人に何をもたらすのか、その答えはまだ誰にもわかりません。しかし、一つ確かなことは、彼らの心に刻まれる絆は、どんな試練にも耐えられる強さを持っているということです。この物語は、友情の進化を問い、若者たちの成長と冒険を描く、心温まる学園物語です。春の光が教室を明るく照らす朝、陽太とさやかはいつものように一緒に登校しました。校門をくぐると、新しい学期の始まりを告げる花々が二人を迎え入れます。教室に入ると、すでに多くのクラスメートが集まっていて、休み明けの話で盛り上がっていました。さやか、この春休みはどこかに行った？陽太が尋ねます。特にどこにも行かなかったよ。ずっとこの絵を描いてた。さやかは春休み中に完成させた風景画を陽太に見せました。すごいな、さやか。いつ見てもお前の絵は本当にうまいよ。陽太は心から感嘆しました。さやかは少し照れくさそうに微笑みました。二人はそんな何気ない会話を楽しんでいると、教室の扉が開き、新しい担任教師が入ってきました。彼の名前は佐伯先生、若くて熱意あふれる教師です。皆さん、こんにちは。この学年の担任を務めさせていただくことになりました、佐伯です。1年間、よろしくお願いします。佐伯先生の挨拶は熱く、すぐにクラス全体の心をつかみました。佐伯先生は、
新しい楽器の方針や目標について話し始めました。その中で、この1年は自分たちの限界を超えることに挑戦し、新たな自分を見つける機会にしてほしい。というメッセージが、特に陽太とさやかの心に響きました。その日の放課後、陽太とさやかは、学校の裏庭にある古い図書館へ向かいました。二人が図書館を訪れるのは、静かな場所で勉強するためだけではありません。彼らは、友情の宝物箱についての手がかりを探していました。学校の伝説に関する本や資料を読み漁る中で、二人は少しずつその秘密に迫っていきます。夕暮れ時、図書館の窓から差し込む柔らかな光の中で、二人は古い地図を見つけました。それは学校の裏手にある忘れ去られた庭園へと続く道を示していました。地図にはそこに友情の宝物箱が隠されていることを示唆する謎めいた記述がありました。さやか、これだよ。これが俺たちの冒険の始まりだ。陽太は興奮して言いました。でも、陽太。私たち、何を見つけるのかな？さやかは少し不安そうに尋ねました。わからない。でも、その答えを見つけるのが、俺たちの旅だ。一緒に行こう、さやか。陽太の言葉に勇気づけられ、さやかはうなずきました。そうして二人の冒険が静かに幕を開けました。翌日の放課後、陽太とさやかは地図を手に学校裏の忘れられた庭園へと足を踏み入れました。春の息吹がそこかしこに満ちている中、二人がたどり着いたのは、長い間、誰の手にも触れられることなく放置されていた古い庭園でした。高く茂った草木、崩れかけた石のベンチ、そして中央には枯れた泉が静かに佇んでいます。この場所が、かつては美しい景色を提供していたことを想像するのは、難しくありませんでした。ここがその場所か。陽太が低くつぶやきました。なんだか悲しいね。こんなに美しかった庭が忘れ去られるなんて。さやかの声には哀愁が含まれていました。二人は手分けして宝物箱の手がかりを探し始めました。草木をかき分け、古い石の隙間を調べ、そして泉の底を覗き込むこと数時間。しかし、何の手がかりも見つからず、夕日が庭を金色に染める頃、二人は疲れ果てて、石のベンチに腰掛けました。何にも見つからないね。さやかが落胆して言いました。でもまだ諦めないよ。明日もまた探そう。陽太は力強く答えました。その時、ふとさやかの目が、泉の端にある小さな彫刻に止まりました。それは時間によって色あせた小さな妖精の像で、その手には小さな箱が握られていました。陽太、あれ見て。さやかが指さしました。二人が彫刻のそばに駆け寄ると、確かに妖精の手には小さな箱がありました。それは古びていて、こじ開けるのに少し苦労しましたが、箱の中からは古い鍵と紙片が見つかりました。紙片には次のように書かれていました。真の友情の試練を乗り越えた者だけが、宝物箱の場所を知ることができる。鍵を持ち、古い図書館の裏にある秘密の扉を探せ。二人は互いを見つめ、同時に笑顔を浮かべました。この謎めいたメッセージが次なる手がかりだと直感しました。よし、これで次のステップに進めるね。陽太が興奮して言いました。でも陽太、これってまるで試練みたい。本当に私たち乗り越えられるかな？
さやかは少し不安そうに尋ねました。大丈夫、さやか。二人で一緒なら何だって乗り越えられる。それが俺たちの友情だから。陽太の言葉に、さやかは勇気づけられ、うなずきました。夕暮れの庭園を後にする二人の背中には、冒険への新たな期待が輝いていました。この小さな試練を乗り越えた先には、何が待っているのでしょうか。それはまだ誰にもわかりませんが、二人の絆は確実に深まっていきました。翌日、陽太とさやかは放課後にすぐに古い図書館の裏へ向かいました。春の陽気が心地よく、二人の足取りも軽やかでした。古い図書館の裏は、ほとんどの生徒が訪れることのない静かな場所でした。ここは時間が忘れ去ったかのような雰囲気が漂っています。壁にはツタが絡みつき、地面には落ち葉が積もっていました。さて、秘密の扉はどこにあるんだろう。さやかが小声で言いました。二人は手にした鍵と地図をもとに壁沿いに慎重に探し始めました。そしてやがて陽太が壁の一部がわずかに凹んでいるのを見つけました。ここだ、さやか。彼が指さした場所は見た目にはただの壁の一部に過ぎませんでしたが、よく見ると微妙な違いがありました。二人がその部分を押すと驚くべきことに壁がゆっくりと動き始め、内側に扉が現れました。扉は古びていて、まるで長い間、誰にも開けられていないかのようでした。信じられる？こんなところに扉があったなんて。さやかは目を輝かせて言いました。でもこれが俺たちの探していた秘密の扉だね。陽太は鍵を取り出し、扉の錠前に差し込みました。鍵は完璧に合い、扉を開けると、二人の前に広がっていたのは、古びた階段が下へと続く、暗い通路でした。手を取り合いながら、二人はゆっくりと階段を降り始めました。階段の下には小さな部屋があり、その中央には古い木製の箱が置かれていました。箱の周りには数々の書物や文書が散乱していて、まるで誰かが何かを研究していた場所のようでした。これが友情の宝物箱？さやかが小声で言いました。陽太は静かにうなずき、手にした鍵で箱を開けました。箱の中には古い手紙と2つの小さなメダルが入っていました。手紙には次のように書かれていました。真の友情は時を超えても変わることのない宝物である。このメダルはその証として二人の間で分かち合ってほしい。そしていつかこのメダルを必要とする人が現れたら、その人にこのメッセージを伝えてほしい。真の友情はいかなる試練にも耐え、永遠に続くものだ。二人は手紙を読み終え、互いを見つめました。その瞬間、彼らの間に流れる強い絆を感じることができました。これまでの冒険が、二人の友情を一層深め、互いの信頼を確かなものにしたのです。さやか、これからもずっと友達だよ。陽太が優しく言いました。陽太。私もそう思う。さやかが笑顔で答えました。二人はメダルを手に取り、これからも変わらぬ友情を誓い合いました。そして秘密の部屋を後にするとき、二人の心には新たな希望と夢が生まれていました。彼らの冒険は終わりましたが、その絆はこれからもずっと続いていくことでしょう。春が深まり、学校の周りの木々はますます緑を増していきました。陽太とさやかの冒険から数週間が経過し、学校生活はいつもの平穏を取り戻していました。
しかし、二人にとっては何もかもが変わりました。友情の宝物箱を見つけ、真の友情の意味を深く理解したことで、彼らの絆は以前にも増して強くなっていました。放課後、二人は学校の裏庭にある古い図書館の前で、再び会いました。手には友情の宝物箱から見つけたメダルを持っています。二人はこのメダルをお互いの首にかけることにしました。さやか、これでお前と俺は、どんな時も離れることのない友達だ。陽太は真剣な表情で言いました。陽太、ありがとう。私も陽太のことを信じてる。ずっと友達だよ。さやかの目には涙が浮かんでいました。二人は互いにメダルを首にかけ合い、永遠の友情を誓いました。その瞬間、かすかな光がメダルから放たれ、二人の絆をさらに強くするかのようでした。その後、陽太とさやかは、学校生活の中で様々な試練に直面します。時には喧嘩もし、意見の違いに悩むこともありました。しかし、その度にメダルを手に取り、二人が共有した冒険と友情の意味を思い出しました。そして、それが彼らをいつも支え、乗り越える力を与えてくれました。年月が流れ、二人は卒業し、それぞれの道を歩み始めます。陽太は科学者として、さやかはアーティストとして夢を追い続けました。距離は離れても、二人の心はいつも近くにありました。そして、時々、二人は再会し、それぞれの人生で得た経験を共有しました。老いも若きも変わらぬ友情は、彼らにとって最も大切な宝物となりました。そして彼らはいつか自分たちの子供たちにもこのメダルとともに真の友情の意味を伝えることを約束しました。二人の友情は時を超えても変わらぬ価値を持ち続けることでしょう。彼らの冒険は真の友情の力とは何かを静かに教えてくれるのです。星降る夜の誓い。幼い頃からの親友である春とゆい。二人はいつも無邪気に遊び、学校での日々を共にしてきた。しかし、卒業を間近に控えた高校3年生の彼らには言葉にできないほどの焦燥感と未来への不安が漂っていた。そんな中、春はある提案をする。ゆい、俺たち、卒業する前に、この学校に伝わる伝説を試してみないか？伝説とは、星降る夜、時計台の下で誓いを立てると、その誓いが必ず叶うというものだった。半信半疑のゆいだったが、春の真剣な眼差しに抗えずに、その提案を受け入れる。そして、二人は星降る夜を選んで、時計台の下に集まった。夜空には無数の星が輝き、まるで二人の誓いを見守るかのようだった。ゆいは内心、こんなことで何かが変わるわけがないと思いながらも、春との絆を大切に思う気持ちから、誓いに真剣に向き合うことにした。この星の下、俺たちを誓う。これから先も、どんな時でも、互いを大切な友だと思い続けること。そして、夢を追い続ける勇気を持ち続けること。静かな夜、二人の誓いは、静かに宇宙に届けられた。その瞬間、不思議なことに、心が軽くなったような感覚に包まれる。それは、未来への一歩を踏み出す勇気を与えられた瞬間だった。卒業式の日は、春の訪れを告げるかのような、暖かな日差しが、校舎を照らしていた。春とゆいは、晴れやかな表情で式典に臨んでいたが、心の奥底では、互いに別れが近づいている寂しさを感じていた。
式が終わり、校門を出るとき、ゆいは春にこう言った。春、あの夜、時計台の下で交わした誓い、忘れないでね。春はにっこりと笑って、おう、忘れるわけないさ。お前もな。と答えた。二人はそれぞれの夢に向かって別々の道を歩み始める。ゆいは地元を離れ、都会の大学へと進学する。新しい生活、新しい友達、新しい環境。すべてが新鮮でワクワクする反面、不安も大きかった。一方の春は家業を継ぐために地元に残ることを選んだ。彼にとっては新たな責任と地域社会への貢献が待っていた。距離は離れたが、二人は定期的に連絡を取り合い、お互いの近況を報告し合った。ゆいは大学での新しい生活に慣れ、学業に励む中で、時には孤独を感じることもあった。しかし、星降る夜の誓いを思い出すたびに、勇気をもらい、夢に向かって一歩一歩進んでいった。春もまた、地元での新たな挑戦に直面しながら、ゆいとの誓いを胸に、前を向き続けた。大学生活も後半に差し掛かり、ゆいは学業とアルバイトに追われる日々を送っていた。キャンパスの喧騒と都会の明かりの中で、彼女は自分の居場所を見つけようと奮闘していた。ある日、彼女は地元の友人から、春が家業のために海外へ留学するというニュースを聞く。驚きと同時に、ゆいは春が自分の夢に向かって一歩を踏み出したことを心から喜んだ。春からの連絡はしばらく途絶えがちになり、ゆいは彼の安否や活動を心配しながらも自分自身の夢に集中し続けた。彼女は図書館の静けさの中で将来の計画を練り、夢に向かって努力を重ねていた。一方で、春は異国の地で多くの困難に直面しながらも、新しい経験と出会いに感謝しつつ、成長を遂げていった。海外の大学では、春は言葉の壁や文化の違いに戸惑いながらも、次第に新しい環境に順応していった。彼は異文化交流の中で自己のアイデンティティを確立し、家業に役立つ知識と経験を積んでいった。遠く離れた地での生活は彼にとって大きな挑戦であり、成長の機会でもあった。ゆいと春はそれぞれの場所で新しい挑戦に立ち向かいながら、星降る夜の誓いを胸に秘め、互いを思いやり続けた。そしてその誓いは彼らが直面する困難を乗り越える力となり、夢に向かって進む勇気を与え続けた。数年が経ち、ゆいは大学を卒業し、夢だった大手企業に就職することができた。彼女は新しい職場での緊張と期待の中で自分の能力を証明しようと日々努力していた。一方、春も海外での学びを終え、家業を新たな方向性で引き継ぐために帰国した。二人は久しぶりに再会し、それぞれの経験や成長を語り合った。ゆいは企業でのプロジェクトにおける成功と挑戦を、春は異国での生活と学びの中で得た貴重な教訓を共有した。互いに変わったこと、変わらないことを感じながら、あの星降る夜に立てた誓いが、二人をここまで導いてくれたことに、改めて気づいた。ゆえは感慨深げに言った。春、私たち、あの誓いのおかげで、夢を追い続けることができたね。春はうなずき、ああ、本当にそうだな。でも、お互いを信じていたからこそ、ここまで来れたんだ。と答えた。二人は新たな夢を語り合い、再びそれぞれの道を歩み始める決意を固めた。ゆいは企業でのキャリアを積みながら、社会に貢献する方法を模索し続けた。
春は海外での経験を活かして、家業に新しい風を吹き込み、地域社会に新たな価値を提供し始めた。星降る夜の誓いは、彼らにとって、ただの言葉ではなく、行動を促す力となっていた。時は流れ、春と結衣は、それぞれの分野で成功を収め、夢を現実のものとしていた。ある星降る夜、二人は再び古い時計台の下で集まった。星々がきらめく中、彼らは新たな誓いを交わした。これからも自分自身との誓いを大切にし、常に前を向いて進んでいくこと。そして、いつかこの星の下、またここで会おう。二人の絆は時間や距離を超えてさらに強固なものとなり、彼らの周りには無数の星が輝いているように感じられた。それは過去と未来をつなぐ時間を超えた約束のようだった。そして二人が再びそれぞれの道を歩み始めるとき、古い時計台の時計が静かに時を刻み続ける中、星降る夜の空はかつてないほどに美しく輝いていた。彼らの誓いはまるで星々に守られているかのように永遠に続いていくことを約束しているようだった。そして物語は終わりを迎えるが、春と結衣の新たな物語はこれから始まるのだった。大学の夢日記。大学の片隅に佇む年代を感じさせる古びた寮、その一室で新たな生活をスタートさせた主人公、優里はふとしたきっかけで部屋の古い本棚から一冊の日記を見つける。この夢日記と手書きで記された本は、かつてこの部屋に住んでいた先輩が残したものだ。優里は新しい趣味を探しており、特に夢に興味があった彼女にとって、この日記はまさに求めていた宝物のようなものだった。彼女は日記を手に取り、大学生活での新たな発見と自己探求の一歩を踏み出す決心をする。はじめのページを開くと、そこには緻密に記された夢の記述があり、先輩は夢を通じて自己の内面と向き合い、時には未来へのヒントを見出していた。優里はこの日記を通じて先輩が経験した大学生活の冒険を追体験し、夜が更けるごとに自身も夢の世界へと旅立つ準備を始める。ある夜、優里が日記に記された夢を試みると、彼女は学園祭の準備で忙しい夢を見た。夢の中で優里は文芸部のブースを任され、そこで不思議な能力を持つ古いタイプライターに出会う。このタイプライターに触れることで、彼女の想像力が解放され、訪れる人々を魅了する物語を紡ぎ出した。目覚めた優里は、その夢に触発され、実際の学園祭で文芸部のブースを手伝うことに決める。現実では不思議なタイプライターは存在しなかったが、優里は自分の言葉と想像力を使って夢の中で体験したような魅力的な物語を紡ぎ出そうと奮闘する。この経験は彼女に新たな自信を与え、自分の言葉が人々に影響を与える力を持っていることを実感させる。優里は夢と現実の境界で自らの才能を開花させ、学園祭での成功をきっかけに、さらに多くの夢を追求する勇気を得る。優里がある夜見た夢は、大学の古い寮の地下に隠された秘密の図書室を発見するというものだった。この図書室には、世界中の様々な時代と場所から集められた書籍があり、特に夢に関する古い文献や日記が多く含まれていた。夢の中で、優里はこれらの書籍を読むことで、夢を通じて時間や空間を超えた旅をする方法を学び始める。
目覚めた後も、その夢の記憶は鮮明に残り、彼女は寮の地下に実際に秘密の図書室があるのではないかという考えに取り憑かれる。この探求は、彼女にとっての大学生活の中での一大冒険となる。日々、寮の地下や周辺を探索する中で、優里は大学の歴史に隠された忘れ去られた物語と伝説に出会い、その謎を解くヒントを求めて、さらに深く掘り下げていく。この探索を通じて、優里は自分自身の限界を超え、未知の知識と自己の新たな側面を発見する。優里の夢日記に基づく冒険は、次第に彼女を大学の創立者の残した謎に導く。夢の中で優里は、大学の創立者の一人が残した一連の謎解きの旅に挑む。この謎解きは、大学の象徴的な建築物、忘れ去られた記録、そして創立者たちの理念を探るものだった。夢の中でのヒントと現実世界の調査を交えながら、優里は大学の創立に関わる深い歴史と、それが現代の学園生活にどのように影響を与えているかを理解し始める。この過程で、彼女は創立者たちが夢見た理想の学園の姿を徐々に明らかにし、その理念が今も学生たちにどのように受け継がれているかを感じ取る。この探求は、優里自身の学問への情熱をさらに高め、彼女が学ぶ意義と自己の役割について深く考える機会を提供する。優里はこの経験を通じて自分自身と大学の過去との間に新たな絆を築く。大学生活の最終学年に差し掛かり、優里は再びその夢日記を開く。日記には彼女自身が書き留めた夢の記録が先輩のものと混ざり合い、一冊の本としてまとまっていた。優里は夢が彼女の現実に与えた影響を振り返る。夢はただの幻想ではなく、彼女に新たな視点を与え、未知の可能性を探求する勇気をくれた。そして何より、夢を追いかけることで、優里は自分だけの大学生活を創造し、自己実現の道を歩んだ。彼女はこの日記を閉じ、部屋の机の上に置いて、次にこの部屋に住む人へのメッセージとして残す。彼女の物語は、ここに終わりを迎えるが、この日記を通じて始まる新たな物語への希望を込める。優里は大学を卒業する準備をしながら、夢日記がもたらした数々の発見と成長を胸に刻む。彼女の冒険は終わりを告げるが、日記を通じて彼女の学びと経験は次世代に引き継がれていく。失われた友情。静かな春の午後、柔らかな風が小学校の窓を優しく揺らしていた。教室の中では児童たちが今日の授業を終え、帰宅の準備に忙しい中、ひときわ静かな席があった。その席には、明と裕二、二人の少年が座っていた。幼い頃からの親友である彼らはいつも一緒に遊び、笑い声を響かせていたが、今日はいつもと違い、会話も笑顔もなかった。何かが二人の間に立ちはだかっているような重い空気が漂っていた。学校の外では桜が満開で花びらが風に舞っている。この美しい景色を前にしても、二人の心は雲がかかったように暗い。静かな教室、言葉少ない交流、そして心に秘めた感情が、この春の一日を重く特別なものにしていた。この物語は、失われた友情を取り戻す旅として展開し、小学校最後の年の出来事が中心となる。明と裕二は、再び友情の進化を見出し、桜の花が散る前に、美しい結末を迎えることができるのだろうか。
次の日、アキラはいつもとは違う気持ちで学校へ向かった。彼とユージの間に昨日起きた喧嘩が心に引っかかっていた。それは些細な出来事から始まった。アキラがうっかりユージの鉛筆を折ってしまい、その小さな事故が二人の間で言い争いに発展したのだ。クラスが始まり、先生が発表した新しいプロジェクトは、クラス全員で大きな桜の木を描くというものだった。これまでのように、二人で一緒にプロジェクトを楽しむことができず、彼らは別々のグループで作業をすることになってしまった。昼休み、アキラは一人で遊び場に座り、ポケットから折れた鉛筆を取り出して、じっと見つめていた。普段ならば、ユージと笑い合いながら過ごしている時間だが、今はただ一人で過ごす時間が長く感じられた。その静かな時、クラスメートのサキが、アキラに話しかけてきた。彼女は、二人がいつも一緒にいるのを知っており、アキラの様子が、普段と違うことに気づいていた。サキがアキラに声をかけたことで、アキラは少し驚いたが、やがて心を開いて、ユージとの喧嘩について話し始めた。彼女は優しく耳を傾け、アキラの心の重荷を軽くしてくれた。サキは、友情って時には試されるものだよね。でも、それを乗り越えたら、もっと強くなれるよ。とアキラに励ましの言葉をかけた。この言葉がアキラの心に響き、彼はユージに対して誤解を解き、関係を修復したいと強く願うようになった。アキラはサキの助けを借りて、ユージに謝るための一歩を踏み出すことを決意し、新しい鉛筆を一本買い、それをユージにプレゼントする計画を立てた。彼はその鉛筆に小さなメッセージを添え、ユージに対する自分の誠実な気持ちを表現することにした。その一方で、クラスの桜の木プロジェクトも進行中で、アキラはユージと再び協力する機会を心から望んでいた。放課後、校庭の桜の木の下で、アキラはユージを待っていた。ユージが現れると、アキラは勇気を振り絞り、新しい鉛筆とともに、心からの謝罪を口にした。ごめん、昨日は悪かった。これからもよろしく。と彼は言った。ユージは少し驚いた表情を見せたが、すぐに笑顔になり、俺も悪かったよ。ありがとう。と答えた。二人の間の冷たい空気が和らぎ、以前のような温かい友情が復活した瞬間だった。彼らは桜の木の下で再び一緒に時間を過ごし始め、失われていた絆を取り戻していった。そしてクラスの桜の木プロジェクトにも協力するようになり、一緒に絵を描く楽しさを再発見した。その過程で他のクラスメートとも協力し、完成に向けて一致団結した。友情が一度壊れても、お互いの誠実な努力によって修復され、さらに強固なものになることを示している。春が深まるにつれて、校庭の桜の木は満開の花を散らし始め、美しい花びらが舞い散る光景が広がった。アキラとユージは、その下で新しい思い出を作りながら、彼らの友情が試練を乗り越え、以前よりも強固になったことを実感していた。喧嘩によって一時的に揺れ動いた絆が、互いへの理解と誠実な対話によって、さらに深まり、二人の関係は新たな章を迎えた。学校のプロジェクトで描いた大きな桜の木は、クラス全員の協力によって見事に完成し、その壁画は、クラスの団結力と創造性を象徴する作品となった。アキラとユージも最終的には一緒にその木を描き、その過程で彼らの友情のように時間が経つにつれてより美しく、より大きく成長することを願った。終業式の日、
二人は桜の木の下で手をつなぎ、これからも友情を大切にし、お互いを支え合うことを誓った。彼らの周りで舞い散る桜の花びらは、新たな季節の始まりとともに、希望と再生の象徴として、彼らの心に深く刻まれた。アキラとユージの物語は、桜の花が散るまでに美しい結末を迎え、彼らの友情は、これからも時間とともに成長し続けることを約束する。中学校の秘密基地。中学生の夏は予測不可能な冒険で満ちている。小さな町の片隅にある古い中学校。その校庭の隅にはほとんどの生徒が忘れ去った古い倉庫があった。この倉庫はかつては体育用具を収納する場所として使われていたが、今は使用されずに放置されている。しかし、この夏、倉庫はある生徒たちにとって特別な場所となる。彼らは、この古い倉庫を秘密基地と呼び、彼らだけの秘密の隠れ家にしたのだ。この物語の主人公は、クラスでも目立たない普通の中学生、ヨウトだ。ヨウトはいつものように一人で学校生活を送っていたが、ある日、クラスのいたずら好きな3人組、カイト、レン、サクラに秘密基地の存在を教えられる。彼らは、ヨウトを秘密基地の一員に誘ったのだ。最初は戸惑いながらも、ヨウトはこの誘いを受けることにした。夏休みが始まると、彼らの秘密基地での生活が始まった。秘密基地では、勉強や家の問題から離れ、自由な時間を楽しむことができた。この場所は、彼らにとって、夏の日差しの下での安息の場となった。しかし、彼らが知らないことが一つあった。この倉庫と、それが立つ場所には、長い歴史と忘れ去られた物語があったのだ。そして、その物語は、ゆっくりと彼らの夏に絡み始める。これは、一つの秘密基地を中心に展開する、4人の中学生たちの夏の物語である。彼らの友情、冒険、そして成長の物語。そして、この夏が、彼らにとって忘れられないものとなることは、誰もが知るところだった。夏休みの初日、ヨウトは約束の時間より少し早く秘密基地に到着した。倉庫の扉はきしむ音を立てながら開き、中からは古びた体操マットやバスケットボールが見えた。彼はその場所を見回し、子供時代の宝物を見つけたかのような驚きと喜びを感じた。間もなく、カイト、レン、そして桜も到着した。彼らは秘密基地を自分たちの手で改装する計画を立てていた。壁にはポスターや絵を貼り、古い体操マットはくつろぎのスペースとして再利用することにした。4人はそれぞれが持ち寄った小さなラジオで音楽を流し、作業に取り掛かった。作業が進むにつれて、彼らはお互いについてもっと知ることができた。カイトはサッカーが得意で、いつも元気いっぱい。レンは本を読むのが好きで、静かな性格。桜は絵を描くのが得意で、いつも笑顔を絶やさない。そしてヨウトは、これまで一人で過ごすことが多かったが、この秘密基地と新しい友達に心を開き始めていた。彼らは秘密基地で過ごすうちに、学校や家庭で抱えていた悩みやストレスを忘れることができた。この場所は彼らにとって自分自身を表現し、新しい自分を発見する場所となっていった。秘密基地での生活が続く中、ヨウトたちは倉庫の奥深くに古いトランクを見つけた。トランクを開けると、中には学校の創立期に関する古い文書と写真が入っていた。
彼らはその文章を読み進めるうちに、この学校と地域に隠された歴史に気づき始める。この発見は彼らにとって新たな冒険の始まりだった。学校の図書館で調べ物をしたり、地元の歴史家に話を聞いたりするうちに、彼らはこの地域に伝わる古い伝説にたどり着いた。それは学校の地下に隠された秘密の通路があるというものだった。夏休みのある日、彼らは秘密の通路を探すために学校の敷地内を探索し始めた。この探索は彼らにとってただの遊びではなく、自分たちの勇気と友情を試す試練となった。長い時間をかけて、ついに彼らは古い図書館の地下に隠された扉を見つけた。扉を開けると、そこには古びた階段があり、地下へと続いていた。彼らは手に手を取り合い、一歩ずつ階段を降りていった。地下の通路は薄暗く、壁には時の経過を感じさせる絵画や古文書が飾られていた。通路の途中、彼らは小さな部屋にたどり着いた。その部屋には学校の創立者に関する資料や戦時中に学校が果たした役割についての記録が保管されていた。彼らはそこで学校と地域の歴史に深く触れることができ、自分たちがその一部であることを強く感じた。秘密基地と地下通路の発見は、彼らの夏をさらに特別なものに変えた。しかし、夏休みも終わりに近づき、彼らは現実に戻らなければならない時が来ていた。秘密基地での最後の日、彼らは集まり、夏の間に共有した経験や思い出について語り合った。ヨウトは、この夏が自分にとって、どれほど意味のあるものだったかを仲間たちに伝えた。カイト、レン、サクラもまた、ヨウトとの出会いが自分たちの生活に新たな色を加えてくれたことを感謝した。彼らは秘密基地での時間が終わることを寂しく思いながらも、これからも変わらぬ友情を約束した。最後に彼らは秘密基地に手紙を残すことにした。それは未来の誰かがこの場所を見つけた時に彼らの夏の冒険が次世代に引き継がれるようにとの願いからだった。手紙には友情、冒険、そして成長の物語が込められていた。秋の風が学校を包み込む中、ヨウトたちは新たな学期を迎えた。彼らはそれぞれの日常に戻りつつも、夏の経験が彼らを変えたことを感じていた。秘密基地での日々は遠い記憶となったが、友情は残り続けた。彼らは時々放課後に秘密基地の近くで集まり、新しい冒険について話し合った。そしてある日、新しい中学生のグループが偶然にも秘密基地を発見した。彼らはヨウトたちが残した手紙を見つけ、感動を新たにした。このようにして、秘密基地は新しい物語の舞台となり、未来へとその伝説を紡いでいくのだった。ヨウトたちの物語は一つの終わりを告げた。しかし、友情と冒険の精神は彼らの心の中で永遠に生き続ける。そして、秘密基地の物語は次の世代によって新たな章が加えられていく。それは終わりなき物語、永遠に色褪せることのない夏の思い出として、青春の記憶。静かな町の片隅に佇む小さな高等学校。その名も桜の宮高校。春の訪れとともに校門をくぐる新入生たちの顔には期待と不安が交錯していた。その中には遠く離れた町からやってきた少年、ひなたもいた。彼にとって高校生活は新しい世界への扉を開く瞬間だった。この物語は
桜の宮高校で繰り広げられる青春の一幕を描く。主人公たちは友情、初恋、夢への挑戦といった高校生活ならではの経験を通して自分自身と向き合い成長していく。ひなたが初めて足を踏み入れたクラスでは様々な個性を持った生徒たちが彼を待っていた。彼らとの出会いがひなたの人生にどのような影響を与えるのか、それはまだ誰にもわからない。春の優しい日差しの下、桜の花びらが風に舞う中、青春の記憶が今、ゆっくりと始まろうとしていた。授業が終わり、校舎の廊下は生徒たちの活気で満ち溢れていた。新入生のひなたは、クラスメートの美咲に誘われ、放課後の文化祭準備委員会への参加を決めた。美咲は、その明るさと社交性で知られており、初対面のひなたも、彼女の人柄に惹かれた。文化祭準備委員会では、美咲を中心に、様々なクラブから集まった生徒たちが協力して、文化祭を成功させるために奮闘していた。ひなたは最初、戸惑いながらも、徐々に委員会のメンバーと打ち解けていき、自分とは異なる多くの才能を持つ生徒たちとの交流を深めることで、自分も少しずつ変わっていくことを感じ始めた。美咲への淡い感情も芽生え、彼女の存在が、ひなたの高校生活に新しい色を加えていく。文化祭の準備が進むにつれ、ひなたは自分の内に秘めた新たな可能性を発見し、これまでにない自信と活力を感じ始めていた。この経験が、ひなたの青春の1ページに鮮やかな彩りを加えるのだった。文化祭の当日、桜の宮高校は華やかな装飾と生徒たちの溢れる活気でいっぱいだった。ひなたたちのクラスはカフェを模した出店を運営し、準備段階から当日の活動までクラス全員が一致団結して取り組んでいた。ひなたはこのプロジェクトに心からの楽しみを感じ、クラスメートとの協力の大切さを学んでいた。しかし、文化祭の盛り上がりもつかの間、突然の雨が降り始め、屋外でのイベントが中止になりかねない状況に。この予期せぬトラブルに直面し、ひなたたちは速やかに対応を考える。彼らは雨宿りできるスペースを急遽提供し、屋内でのイベントを強化することで、来場者を飽きさせないよう工夫した。この困難を通じて、ひなたとクラスメートたちは、互いに支え合うことの重要性を実感し、団結力が一層深まった。そして、文化祭の終わりには、雨上がりの空に虹がかかり、彼らの努力が見事に報われた瞬間を迎える。この体験は、ひなたにとって忘れがたい記憶となり、彼の高校生活において、重要な成長の機会となった。文化祭が終わり、平穏な日常が戻ってきた桜の宮高校。しかし、ひなたにとってその日々は、かけがえのない思い出と、美咲への感情が深まる特別な時間となっていた。文化祭を通じて築いた絆を胸に、ひなたは美咲に対する自分の気持ちを確かめるため、彼女に告白する決心を固める。放課後、校庭の桜の木の下で待ち合わせた二人。ひなたは緊張しながらも、真剣な表情で自分の気持ちを伝えた。ずっと一緒にいたい。という言葉に、美咲も心を動かされ、彼の告白を受け入れた。二人は互いに心を通わせ、初恋の甘酸っぱさを共に味わう。この瞬間は、ひなたにとって自己確認とも言える成長の証であり、どんな困難も美咲と共に乗り越えられるという自信を彼に与えた。初恋がもたらす新たな強さとともに、ひなたはこれから訪れる未来に向かって一歩を踏み出す準備ができていた。高校生活の終わりが近づき、
ひなたはこれまでの日々を振り返る。友情、初恋、挑戦。数えきれないほどの経験が、彼を今の自分に成長させた。卒業式の日、ひなたは、美咲と手をつなぎながら、桜の宮高校を後にする。青春の記憶は、ひなたたちの心の中で、永遠に色褪せない輝きを持っている。ひなたは、これから始まる新たな章に思いを馳せる。美咲との絆、そしてクラスメートたちと過ごした日々。それらすべてが彼の心に深く刻まれていた。桜の宮高校で過ごした時間は、私たちの青春そのものだったね。美咲がそう言うと、ひなたは優しく微笑んだ。忘れられない思い出がたくさんできた。卒業証書を手に、新しい未来に向かって一歩を踏み出す二人。静かに舞い散る桜の花びらが、彼らの歩む道を柔らかな光で照らしている。これからの日々も、きっと美しい記憶で満ちていくだろう。そして、桜の宮高校の門を出た、その瞬間、ひなたと美咲は、新しい世界への旅立ちを始めた。青春の終わりとともに、二人の未来が今、静かに幕を開ける。これは、青春の記憶。一人の少年と彼の仲間たちが紡いだ、成長と発見の物語。そして、これから先も、ずっと色褪せることのない、かけがえのない宝物である。大学の迷宮。風が図書館の窓を優しく叩きながら、キャンパスは秋の訪れを告げていた。新たな学期の始まりとともに、4つの学部から集まった学生たちは、それぞれの夢や希望を胸に秘め、新しい一歩を踏み出していた。しかし、この大学には、誰もが知らない秘密が隠されている。校舎の奥深くに、ひっそりと存在する迷宮の存在である。この迷宮は、古くからの伝説によると、大学の創設者が未来の学生たちへの試練として作り上げたものと言われている。しかしながら、その入り口は誰にも知られておらず、時折不思議な物語や都市伝説の源となっていた。ある日、文学部の新入生であるハルトは、古い地図を手に入れる。それは、偶然にも図書館の隅で見つけた、埃にまみれた本の間に挟まっていた。その地図には、大学の構造とは異なる、謎めいた迷宮の入り口が示されていた。ハルトは、この地図をきっかけに、大学の秘密を解き明かす冒険へと、足を踏み入れることになる。そんな彼を待ち受けるのは、知識の迷宮を解き明かし、自己の成長を遂げる試練だった。友情、挫折、発見、そして自己発見。大学の迷宮は、ハルトだけでなく、彼と出会う人々の人生にも影響を与えていく。この物語は、そんな彼らの成長の物語である。静かな秋の夜、読み手を優しく包み込むように語りかける。ハルトは文学部の新入生で、物語や古典文学に深い興味を持っていた。彼は図書館を第二の家のように思っており、授業がない時はいつもその静かな空間で過ごしていた。ある日、偶然見つけた古い本の間から滑り落ちてきたのが、その地図だった。地図は古びており、時間の経過とともに色褪せ、一部が破れかけていたが、ハルトはそれがただの地図ではないことを直感した。地図には大学の敷地が詳細に描かれていたが、現在のキャンパスマップとは異なる部分がいくつかあった。特に図書館の裏手に描かれている迷宮への入り口には、彼の好奇心を刺激する何かがあった。ハルトはこの地図が導く秘密を解き明かす決意を固める。翌日、彼は授業の合間を縫って地図が示す場所を探し始めた。
キャンパスは広く、通常では気づかないような隠れた通路や、小径が数多く存在していた。ハルトは地図を頼りに、これまで目にしたことのない大学の一角へと足を踏み入れた。地図が示す場所に近づくにつれ、ハルトは不思議な感覚に包まれた。空気がひんやりとして周囲の音が遠のいていくような。そして彼はついに迷宮の入り口とおぼしき古い扉を見つけた。扉には複雑な文様が彫られており、その中央には鍵穴があったが、鍵はどこにも見当たらなかった。ハルトは地図をもう一度詳しく見た。すると、細かい文字で書かれたヒントを見つける。それによると、入り口を開く鍵は知識と勇気だという。彼は、この謎を解くためには、大学での学びだけでなく、自分自身の内面とも向き合う必要があることを悟った。この日を境に、ハルトの日常は変わり始める。彼は、迷宮の謎を追い求める中で、様々な人々と出会い、友情を育む。彼らは、ハルトの冒険に興味を持ち、時には助言をくれ、時には共に謎解きを楽しんだ。学業とは別の形で、ハルトは自己成長の旅を始めたのである。ハルトの冒険は、次第に大学内の小さなコミュニティに知られるようになり、彼はいくつかの友人を得た。その中には、考古学を専攻するリナや、数学が得意なソウタがいた。彼らは、ハルトの迷宮に対する情熱を共有し、その謎解きに熱心に参加してくれるようになった。リナは、古代文明の研究から、迷宮が古い伝説や神話に基づいて作られた可能性があることを指摘した。一方、ソウタは地図上の謎めいた記号や配置から迷宮の入り口を開くための数学的なパズルが隠されていると推測した。この二人の視点は、ハルトに新たな発見への扉を開いた。ある秋の夜、三人は図書館で遅くまで迷宮について調べていた。そこで、ハルトはふと、地図の鍵穴の文様が、図書館にある古い書物の想定と似ていることに気づく。彼らは、その書物を調べ、鍵穴の文様が、実は古代の知恵を象徴するシンボルであり、それが、知識と勇気のヒントにつながることを発見した。この発見に勇気づけられ、ハルトたちは翌日、再び迷宮の入り口を訪れた。今回は新たな理解を胸に、彼らは扉の前で特定の言葉を唱え、それぞれの学問の知識を示すシンボルを描いた。すると、信じがたいことに、扉がゆっくりと開き始めた。扉の向こうには、薄暗く未知の空間が広がっていた。扉が完全に開くと、三人は息を飲んだ。目の前に広がるのは、壮大な迷宮の入り口であり、その美しさと神秘性に圧倒された。壁には複雑な文様が施され、遠くには謎めいた光が見えた。迷宮は彼らを招き入れるかのように、静かにその扉を開いていた。ハルト、リナ、ソウタは互いに確認するように見つめ合い、手を取り合って迷宮へと一歩踏み出した。彼らは知っていた、この一歩が、ただの大学生活を超えた、彼らの人生における大きな冒険の始まりであることを。そして、その先には、知られざる真実と、彼ら自身の成長が待っているのだと。ハルト、リナ、そして、ソウタが、迷宮の冷たい石の床に、足を踏み入れた瞬間、空気が一変した。内部は外から想像していたよりもずっと広大で複雑な構造になっており、壁には古代の文字が刻まれ、不思議な装飾が施されていた。迷宮は生きているかのように彼らの到来を感じ取った。彼らの前に広がるのは数々の道と分岐点だった。リナが持ってきた古文書によれば、この迷宮は自分自身を見つめ直し、
真の学びを求める者にのみ、真実を明かすという。つまり、単なる地図や謎解きではなく、自己を知ることが、この迷宮を解く鍵だったのだ。最初の分岐点に差し掛かった時、彼らはそれぞれの専門知識を駆使して進むべき道を選んだ。ソウタは数学的なパターンを見出し、リナは壁に刻まれた古代文字からヒントを得る。そしてハルトは物語や伝説の知識を使って迷宮の意図を解釈した。途中、彼らは様々な試練に直面した。壁から突如現れる謎の文字列を解読したり、迷いの森を模した部屋を抜けたり、そして最も困難だったのは、彼らの恐怖と直面する試練だった。それは迷宮が彼らの内面にある恐れや不安を具現化したもので、それに打ち勝たなければ先に進めない仕組みだった。しかし、それぞれの試練を乗り越えるたびに、彼らの絆は強まり、自己理解も深まっていった。リナは自分が本当に追い求めている知識の形を、ソウタは計算や数式だけではない数学の美しさを、そしてハルトは物語が人々の心にどのように響くかを新たな視点で理解し始めた。迷宮の中心に近づくにつれ、彼らは最大の試練に挑む準備ができていた。それは迷宮自体が最後に用意した彼らの学びと成長を試す最終試験だった。迷宮の心臓部で彼らは自分たちの知識、勇気、そして友情を最大限に発揮することになる。ハルト、リナ、ソウタは迷宮の中心にたどり着き、そこには彼らが想像もしていなかった光景が広がっていた。壮大な図書館のような空間で、その中には時代や文化を超えた無数の書物が保管されていた。この場所は知識の光が集まる聖域であり、大学の迷宮の真の姿だった。中心にある大きな台座の上には古びた本が一冊置かれている。ハルトたちが近づくと本が一人でに開き、ページがめくられ始めた。そこには迷宮を創設した創設者の思いが記されており、知識を追求することの重要性、そしてそれを共有し合うことの美しさについて語られていた。創設者のメッセージは、彼らに大学とは何か、学びとは何かを再考させる。真の学びは、教室の中だけではなく、自分の内面と向き合い、異なる視点を受け入れ、他者と共有することにもあると。そして、この迷宮は、その一つの形であり、学生たちに自らの限界を超える勇気と、知識を深める喜びを提供するために存在するのだということを教えてくれた。読み終わると、部屋は暖かい光で満たされ、迷宮の入り口に戻る道が現れた。ハルト、リナ、そしてソウタは手を取り合い、迷宮から出て行った。彼らはもはや始めた時の新入生ではなかった。それぞれが自分自身の成長を実感し、新たな自信を胸に秋のキャンパスへと戻っていった。大学の迷宮は彼らにとって忘れられない冒険となり、その経験は生涯の宝物となる。彼らは学んだこと、経験したことをこれからの学生生活、そしてその先の人生で活かしていく。大学の迷宮が彼らに与えた最大の贈り物は、知識を追求する冒険の喜びと、それを共有することの大切さを知ったことだった。そして、キャンパスのどこかに、新たな冒険者を待つ迷宮の入り口が、静かに息づいている。